日進月歩仕事の斉田です。山本先生に上柴先生の当時のこう言っていたこととか、説明していただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい。で、受け石渡君愛会の、はいね、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。もっとね、髪のごとくひらひらとね。はい。まず地方投げで片手取りってそうやりますね。そうすると片手取りの本当の意味ね、それは私が本来担当を持ってるこういう状態だから、この切っ先を避けるためにこの例えば左手で取った場合には右足を後ろにパッと引いてね、ここに逆のくの字になるっていう形が本来なんですよ。逆くの字、こういう、そうこのくの字になるっていうね。証拠を投げるとこんな形になってやってらっしゃる人が多い。今の話からするとありえない。必ず片手を取るときにこう取る。だから片手取り、それが本当で初めて手法を投げると、こっちに入る今ね入る人が非常に多いんですよ。だけどここに入る、いい意味に入る。なぜかっていうと、いいですか、そうこういう形でこうきますね。そうするとこっちの手がね非常に危険なんです。だからここに入る、こっちの手は届かない。そうですよね。それでここでこう中方になってっていうのが、本来の手法投げの表です。でもちろんそう裏はもうこのまま転換してという形が手法投げの本来的にやっていうといろいろ語弊があるんだけど、私たちが習った手法投げです。もちろん片手通りそうするといろんな技があるんですけども、前へ投げる場合と後ろへ投げる場合とね。だからこれは相手のその力の加減が来た瞬間にこう相手の力が来た加減を見てっていうふうに前へ来る場合っていうふうに演舞会ではやるじゃないですか。そういうふうに私たちがやってました。あと入り身投げのね、先ほどの申し上げた入り身投げで、入り身投げは深呼吸じゃんっていうふうにおっしゃってたのが非常に印象的でしたけども、これ正面こういうふうにね、映っていかないでこれはもうね、ヒューッと歩いて夕方ですお先生だってもう本当の晩年だから80を過ぎて来られた頃からにはもうね、合気道の本部道場が3階建てになったんです。そうするとエレベーターないから階段をこう上がられる時ね、お弟子さんが後ろからの腰をね押しながらっていうふうなことで道場に入られる。ところが道場にあそこにお座りになって礼をしてスッと立つんだよ。スッと立つんだよ、そんな方スッと立ってスッと歩いて正面に礼をみんなにするんですけども、いやもう変わっちゃうんだよね、歩き方がっていうね。舞も要するに武にして本当の舞になると。要するに大先生のお姿を見ているとまさに舞なんですよ。それはまさにその武道なんだと。そして隙のない形になるんですね。舞も本当の隙のない形になって本当の舞なんだと。で武は最後にそれは武にして美なりと。いい言葉でしょうかっていう、これは大先生のお顔を剥がしていただいたんですけども、そういうふうに大先生の演舞って美しかったですね。それをねちょっと真似をさせていただくというか、少しじゃ投げていい、いろんな形でして、じゃあ本当に自由技でやらせていただきますね。軽くいきましょう。そう
いうようなことでもこっちもガラガラになっちゃうななんたって37歳だからな37歳。はい。あとはペンチ投げ、はい。ペンチ投げあるんですね。ペンチ投げは例えば後に来ました、こういうふうに普通やるね。まあもちろん相半身でも逆半身でもいいんだけど、そうこれはどういうことかと、その足で蹴るんですよ。そうこれが本来だから蹴ってくる。でそれでこの手が本当は僕は上げたいんだけど上がらないんだけど、それで投げるのがペンチ投げ。ちょっとやってみていただけますか。そう受けがそうだからこう入る。そうそれでこの手がちょっとこれ切られた方が楽ですね。楽っていうか、その形になるね。そう蹴られた一回やってみて。引き込んでこれるからね。だからこれはね、こう地球をなでろって言われたんだよね。大地を投げなぜろなぜろで、そうだからこう避けるでしょ。避けた手が入るから非常にね崩れるんですよ。もう一度やってみて。だから蹴るところとちょっとスローモーションで蹴りながら、そうそれでその手が塩田さんの向こうの手がこう入るの。こうこれは払ってるんですか？払ってるんです。足をだから払ってだからこう払ってんの。そうあだからこれが前だと思いません？あ。はい。前の格好。前の格好。そうはだから綺麗だね。ちょっともう一度ゆっくりスローに聞いて。そうしたら旅でなんか見えが切るじゃない。あれです。あそうだからこう形になる。はい、どういうやってみて。見えが切る。だからその蹴りがないとこの意味がわかんない。あだからちょっと最後もう一度やってみてください。ゆっくりゆっくり。あ。こっちで払う。そうそう。だから軽くでいいから蹴りを入れるという稽古もやってもいいよな。だって両手取りって大取りって何するんだってことなんでしょ。意味わかんないからな。だからこう入る。そういうね、パッと入った時にそうだからこっちでは。そうだよ。はだからそれはやっぱり何回か稽古しないと自然に出てこない。ね。だからね、かっこいいんだよ。もう一回やってみて。ゆっくり。だから歌舞伎のね、見えの時のこういうこうなんないで、やっぱりこういうふうにもう一度きれいに稽古します。はい。今の前を歌舞伎のシーンをちょっと思い出しながらちょっともう一度やってみて。ちょっと肩に力入れて。いいな。だから、片手だけで例えば左足が前、で右足で蹴るでしょ。そうこの時の手が、ゆっくり、でゆっくりこうパッとでこれが大腸をなでろっていうね、ちゃんと思って、避ける形が片手取りなんだってこともあんまり僕らご存知ない人も多い。そうですね。正面打ちの受け方。受け方もね、これでくっつくんですよ、手が。
でこうついてきてはいこれも寄ってっちゃいますね吸い込まれて手がおおだからもう先生我々みたいなね初心者にはさ今みたいにこうして「おーおーって言ってこうやって止めてくださるわけねもちろん講談社にはバーンってストーンとすっ飛んでいくんだけどあんなことあるわけねえなと思ったんだけどあるんですねあと呼吸投げはもうね例えばさ両手持っていただいて両手持ちのこれも説明しましょう両手取りっていうことの意味は知ってます？それは逆に変遷をそうですそうですよねただ抜こうとしたやつをね止めるわけでしょでこれを抜くときはどうするかというと抜けないからっていうね腰をこう回して抜くだけでも今はその抜くことじゃなくてこうしたときにはいねでこれがいけないから軽く前へ落としてでこれにこれも皆さんやってらっしゃるでこれがその手でやるとこのものがねピンになるっていうようなことで皆さんご存知だしそれからこれを抜こうとして抜けないでそれでこの手をこのまんまいがこういうふうにしてだからそれが要するに表通り表通りの何になるっていうことですよねはいお願いしますこっちも見てっていうふうに、やると楽しいかな合気道楽しくないとななんか上島先生が言ってた言葉で深呼吸であったりとかそれなんか僕たちがなんかより考えるヒントになるようなこういう時はこう言ってたとか思ったらありましたねそうですね先生もそうでしたけどもさっきの有川先生と有川先生が有川先生ちなみに石渡先生の先生先生の先生で有川先生がね稽古をした時にねこういうふうに山本合気道は1か0だ1か0ごめん間違えた100か0 100か0 100か0これが100なんだ死ぬ瞬間0になるっていうああでその0になった時に使い物がなくなるからそこに倒れるというね形になるわけですねだから本当にっていうような形で本当にねあんまり学生たちには教えなかった技なんだけど100か0だって言われた時にはいやいい話だなと思ったもうその時の稽古めちゃくちゃにねやられたけどいや楽しかったですね要するにパッと気が入る気を入れて入るんですよねで気が入った時にもう鉄棒とかさまたそれが瞬間的になっちゃうっていうねそれがねなるほどと思ってね面白いでしょ面白いですねだから片手取りもそうなんですよこの時もパッとねこっちを担当持って相手をやろうとしてるんだから完全にここにはね、100がぶつかり合ってるわけでしょそれがその時になってやるとね夜けどだからこうなった時になくなってっていうふうになるわけで100か0っていうこともいいでしょう有川先生の遺言ですそうですね今日はありがとうございますいやとんでもないありがとうございました